鬼ごっこ楽しかったね。次は何をして遊ぼっか。かけっこ。次はリレーでマラソンもやるの。もう本当に好きだね。いいよ、全部やろう。お姉ちゃんありがとう。また遊ぼうね。またね。もう先日の。こんにちは。お散歩中ですか？いえ、先ほど会ったばかりです。ランニング中にうずくまる男性を見かけて声をかけたんですけど、どうやら娘さんと遊ぶうちに疲れ切ってしまったみたいで、代わりに遊んでいいですかってお願いしたんです。きっとあの子一度走り出すとどんどん行っちゃうから。可愛かったな。走りながらずっと大笑いしててスパートの伸びが良かったし、客室は差しかな。絶対に追いついてやるって根性もすごかったし、合ってる気がする。呼吸が整うのが早くて心肺機能が強そうでした。いいステイヤーになりそう。つい癖で。子供を見るとこの子はどんな走りが合っているか想像してしまうんです。あの子の先生もステイヤーだって言ってたし、同じ道を行くのかな成長が楽しみ。あの子の母君のことです。すみません、つい癖で先生と呼んでしまって。そうですね。本能にも似た走りたいという気持ち、生まれ持った力の強さ。馬娘には人にはないさまざまなものが備わっています。それらとの向き合い方を知るのはとても大切なことなんです。馬娘としての生き方の根幹をなすから。馬娘を導く馬娘。母親から直に教わる子もいれば、育成クラブのコーチから運命的なものを感じ支持する子もいます。どんな形であっても後進を導く馬娘たちがとてつもない大役を担っていることに変わりはありません。だから先生と敬意を込めて呼んでいるんです。馬娘にしかできない特別な役割として。実は、はい、両親が馬娘の育成に関わる仕事をしていて、小さい頃から母が指導する姿を見てきたんです。衝動のまま危なっかしい走りをする子が母の導きによって走り方を覚えて、レースという生き方を見出していく。思えば私もそうでした。先生から走りを受け継いで行きたい方へちゃんと走れるようになったんです。はい、そうしてみんな誰かに導かれて一人前になっていく。まるで大河のように走りを受け継いでいく様はとても尊くて、私も馬娘に生まれたからにはその偉大な流れの一部になりたい。先生としてたくさんの馬娘を導いて
礎に向いてる。本当にトレーナーの目から見ても嬉しい。それは未来の馬娘の礎となること。故に私は器を示すためにレースで勝たなければならないのです。わかりました。では明日学園でお会いしましょうか。